今回はリザードン EX デッキについて話をしていくわよ。前回、前々回の動画の続きになるから未視聴の方はそちらも見てくれると嬉しいわ。概要欄を参照なのだ。本題に入る前に FIRE-EX のカード評価をするわね。エネルギー加速役兼サブアタッカーになるこのデッキには欠かせない相棒よ。デッキテクだけ知りたい方はタイムスタンプがあるから該当箇所まで飛ばしてね。では FIRE-EX について種ポケモンで HP は140、逃げるコストは2よ。種ポケモンで HP140 はなかなか高いわ。A プラスとしておくわね。デッキ的には2ターン目に倒されることがほぼないのが大きいわ。最低でも2回はエネルギー加速をするチャンスがあるということだからね。逃げるコストについては B ランク、総合評価は A ランクかしらね。攻撃力についてはさほどではないわ。エネルギー効率は B ランク、速攻性は D ランク、最大打点は B ランク、総合評価は C プラスね。安定性は種ポケモンなので進化度合いは S ランク。技の内容に関してだけど劣化の舞でベンチのポケモンのエネルギー加速ができるのが大きいわ。コイントスが絡む分少し安定度は落ちるけど3回投げて全て裏が出る確率はそう高くはないわね。もろもろ加味して A ランクをつけておくわ。総合評価は A プラスね。FIRE-EX はエネルギー加速ができるのが何より大きいわ。リザードンが動くには最低4つのエネルギーが必要だからね。高めの HP で壁になりつつエネルギー加速をする最良の相棒よ。攻撃性能はさほど高くないけど通常ポケモン相手なら2回殴れば倒せるくらいの打点はあるわ。これも地味に重要ね。詳しくは次の項で説明するわね。よろしくなのだ。ではここからはリザードン EX のデッキテクについて。基本的な動きは FIRE-EX を壁にしつつエネルギー加速をしてベンチでリザードンを育てる。リザードンにエネルギーが5つついた状態でバトル上に出してまず1体相手の反撃を耐えてもう1体というものね。相手が EX ポケモン主体のデッキならこれだけで勝てるわ。簡単でしょう。リザードンの最大打点と耐久力が生きるのだ。準備万端でリザードンが動き出せばほぼ確実に2体持っていけるわね。問題は相手の場に通常ポケモンが多い時よ。リザードンといえど相手の攻撃を2回耐えるのは確実とは言えないわ。そういう場合は FIRE-EX の出番でリザードンが出る前に FIRE-EX で1体ポケモンを倒しておけば同じ動きで勝てるわ。要はリザードン EX で2体は確実に倒せるからその前に準備なりお膳立てをしてからリザードンを出すようにするということね。準備ができてもすぐにリザードンを出せばいいというわけではないのだ。ではここからはデッキの弱みについて見ていくわ。まずは何といっても安定性ね。2進化ポケモンを軸にする以上進化できないことはそれなりにあるわ。前の動画で進化確率を計算したけどある程度確率が高くても引かない時は引かないわ。あとは早いターンに人影と FIRE-EX が揃わなかったり FIRE-EX でうまくエネルギー加速ができなかったりね。これらはどうしようもないわね。運が悪かったと思って諦めましょう。割り切りも大事なのだ。あとはリザードンが育ちきる前にダメージを蓄積されると辛いわね。リザードンで2体持っていけるというのを基本軸にしているからそのプランが崩壊してしまうわ。具体的には夏目やベンチまで攻撃できるカードね。夏目に関しては2体目の FIRE-EX を事前に出しておくことなどで対策できたりもするけどこれはよしあしね。というのもリザードンを無視して FIRE-EX を攻撃されて負けるリスクがあるからね。相手からしたらこちらのリザードンに付き合わざるを得ないという状況を作ることも重要よ。そのためにはリザードンがバトル上に出た時点でこちらのベンチがからもしくは相手がポイントを取れていないというのが理想ね。幸いにも赤城の実装で夏目の採用数は減少傾向にあるわ。相手が出したポケモンからデッキの内容を推測してどちらの可能性が高いか考えておきましょうね。いつの時代も環境把握は大事なのだ。ということでリザードン EX デッキについて解説してみたわ。いかがだったかしら。時空の激闘からの新カードはポケモン通信くらいだけどだからこそ組みやすいし
環境的にも追い風だと考えているわ。ぜひ試してみてね。感想をコメントしてくれると嬉しいのだ。それでは今日はこの辺りで。ご視聴ありがとうございましたなのだ。今後もポケポケに関する動画をアップしていく予定ですので、よろしければチャンネル登録、高評価もお願いいたします。